今の会社に勤め始めて5年。怒られてばかりだが、少しずつ仕事の成果が上がってきた。しかし、どうしても性格上、自分に自信を持つことができない。また、気弱な性分と相まって、周囲からは見下された態度を取られることばかり。特に同じ部署の大内さんは、俺のことがとにかく気に入らないようで、嫌がらせを繰り返す。子供が生まれてからというもの、定時ギリギリに仕事を押し付けてくるのだ。だから毎日帰るのが遅くなってしまう。上司の仕事は部下がフォローして助け合うもの。こんな風に言われてしまうと断ることすらできない。家族には申し訳ないが、仕上げて帰る以外の選択肢がなくなってしまうのだ。移動したからといって終わったとは思わないでください。ただいま。おかえりなさい。さっきもう寝ちゃったわよ。そうか。最近寝顔しか見れていないな。朝も早く出勤させられてるものね。家に帰れるのは早くても夜の9時過ぎ。2歳になる娘はもちろん寝ている時間だ。だから静かに寝顔を見に行くのが唯一のコミュニケーション。朝も大内さんに言われて早出を強いられ、書類仕事を終わらせなければならないのが近況。起きている娘と会えるのは正直休日ぐらいだ。ご飯温め直すから、先にお風呂に入ってて。いつもごめんな。ありがとう。どんなに帰りが遅くなっても、妻は待っていてくれる。仕事も子育てもして疲れているだろうに、寝るまで一緒に会話までしてくれるのだ。加えて、朝は俺よりも早く起きて、朝食とお弁当を用意してくれる。正直、重荷になっていないか心配だ。しかし妻は、あなたが倒れちゃわないか心配だからと言ってくれる。そして休日には率先して家事や育児をしてくれるのだ。妻の妊娠が判明した頃の上司は、仕事も大事だが、奥さんと子供のいる時間を何よりも優先するようにと俺に言ってくれたものだ。妻がつわりで苦しんでいる時は早く帰らせてくれたし、仕事だって今よりは楽しかった。しかし、その上司こと井上さんは出産目前で異動になってしまう。正直言って俺は心細かった。大丈夫だ。お前なら大丈夫。元気な子供が生まれるように祈ってるからな。笑顔で去っていく上司。代わりに移動してきたのが大内さんだった。井上さんとは同期だったそうだが、海外赴任の経験を持つ彼に劣等感があるのか、本当は俺の方が上なんだ、と大口を叩くような人間だった。そんな大内さんは、俺の直属の上司になってしまう。上司だから指示に従わなければならないのだが、どこか自信のなさそうな俺の仕事ぶりに苛立つのか、他の人の倍の時間働けと無理難題を言ってくる。その結果が現状だ。定時ギリギリで渡される書類の山。他の同僚たちが手伝おうとしても、大内さんは余計なことをするなの一点張り。そういう書類はすべて彼の仕事ばかりだし、押し付けた後、本人は帰ってしまうのだ。理不尽だが残業代は入る。それでも俺はそんな風に思うようにして頑張った。おい、明日休みなのか？そんなある日、父
父の法事で休みを取らなければならないから、有給届を提出してスケジュール表に書き込んだ時のことである。例によって大内さんが文句を言ってきた。その日は父の法事があるので休みをいただいているんです。父の命日。それゆえにかなり前から休みの申請を行っていたし、それは大内さんも知っているはずだ。しかし大内さんはそれを忘れていたのか沈黙。無理だな。仕事も立て込んでいるし、休みを与える余裕はない。挙句の果てに直後こんなことを言ってきたのである。大事な日だからどうしても休ませてくださいと訴えても一切聞き入れてくれない。父の命日なんです。仕事は前もって前日徹夜してでも泊まってでも終わらせますから。お願いです。休ませてください。無理なものは無理だ。命日をずらせばいいだろう。なんてこと言うんですか。むちゃくちゃな一言に怒りがこみ上げてきた。だが、そんな俺に腹を立てたのか、大内さんは顔を真っ赤にして、ダメなものはダメだと言って立ち去ってしまった。こうして有給の申請は取り消され、俺は父の命日に参加できなかった。気にしないで、私が代わりにできることはやっておくから。妻は寂しそうな顔で俺を送り出してくれた。ただ、母や兄たちからは、こんな日に仕事を入れて、と怒られてしまう。ショックではあったが、至極当たり前だろう。言い訳のしようがないし、押し切れなかった自分にも非がある。それでもやはり、父の命日に出勤することは心が痛んだ。当然、集中などできるわけがない。大内さん休みなの？次の日の朝、俺は同僚の声に耳を疑った。なんと、大内さんの名前が出勤表にないのである。ありえないよ。昨日急に休ませてくれって。明日からの連休にかぶせて旅行の計画を立ててたみたいよ。部下の休みを奪い取ってまで。上司として情けないと思わないのだろうか。俺は思わず頭を抱えてしまった。俺に休むなと言い続けたのは自分が休みを取りたいからだったのか。今まで言う通りに残業もした。早出もした。家庭だっておろそかにした。そこまで身を削ってきたのに、なんだか急にバカバカしくなってきた。連休明けに出社すると、大内さんは何事もなかったかのように遅れて現れた。その手にはお土産らしきものが携えられていたので、同僚たちは嫌味を浴びせるが、本人は気にすることなくご機嫌な様子だ。何か言ってやりたいのは山々だが、どうにも言葉が出てこない。すると大内さんは部長に呼び出され、何やら怒られ始めた。俺の方を見ては何度も何度も頭を下げる。そして次に俺が呼ばれた。部長、何でしょうか？この資料を作ったのは君だね。パソコンに映し出されていたのは、俺が作った資料ではなく、大内さん担当の案件の資料。先方の名前が間違っている。取引内容が流出してクレームが入っているぞ。先方はかなりお怒りだから取引もなくなるだろう。どう責任を取るつもりだ？部長は怒りに怒っている。俺じゃないですと言い返したいが、もしかすると定時前に持ってこられた仕事の中にあったのかもしれない。
それならば俺にも責任はある。そう思った途端、俺は自信を失って沈黙してしまう。一方、大内さんはそんな俺を見て嬉しそうに笑った。部長、申し訳ありませんでした。これは私の指導不足です。彼はいつも遅くまで仕事をしていますし、朝も誰よりも早く出社しています。よく捉えれば頑張っているという見方もできますが、正直仕事ができないと判断すべきでしょう。定時までに仕事を終わらせることができず、会社の人件費も削り続ける。そんな社員は問題児です。そしてこんな不祥事を起こした以上、もはや解雇を検討すべきではありませんか？唐突に喋り出した大内さんは実に生き生きとしていた。何せ責任をすべて俺に押し付けることができるのだ。部長は即答を控えていたが、それでも確かにそうだと納得してしまう。まだ娘は2歳で、これから大変なのに。俺が職を失ってしまったら、生活はめちゃくちゃになる。だから、どうにかして首だけは回避しなければ。違いま。しかし、否定しようとするや否や、大内さんに睨まれた。そして、部長は立ち去ってしまう。終わりだ。俺の心は折れてしまった。新しい職場を見つけなくてはいけない。しかし、すぐに見つかるだろうか。失業保険をもらいながら、職探しをしなければならない。少しでも、だけど確実に生活費を稼がねば。たちまち頭の中はそればかりになってしまった。お前もさ。大内さんはそんな俺に近づくと、少しは自分の言葉で話さないと損するぜ。これお土産な。とニヤニヤしながらせんべいを一枚俺の机に叩きつけた。そして喫煙所に向かってしまう。きっとあの人にはめられたんですよ。誰が作った資料なのか確認しましょう。たちまち哀れむように他の同僚たちが寄ってきた。みんな口々に俺を励ましてくれる。だが俺には心の余裕がなく、ただ力なく、ありがとうございます、としか返せない。強くなれ。自分を守れるくらい強くなれ。父からはいつもそんな風に言われていた。だが今はそれとは真逆の状態だ。自分でも自覚しているからこそ悔しくて仕方がない。命日に行かなかった俺。それでも父は困った顔で見守ってくれているに違いない。ただ俺は先ほどの言葉ではっきり理解したが利用されたのだ。だがもう何もかも遅い。ごめん、クビになるかもしれない。俺は泣きそうになりながら妻に連絡した。情けない夫で本当にごめん。弱いお父さんで本当にごめん。とにかく謝罪の気持ちしかなかった。何があったの？大丈夫？でも私は毎日すり減ってくあなたを見て、次を探した方がいいと内心思っていたから、辛いでしょうけどほっとしてる。妻の言葉を受けて、俺は泣き出してしまった。口には出していなかったが、心配してくれていたのだろう。クビになることを責めなかったばかりか、次に進むことを肯定的に捉えてもくれた。本当に頭が上がらない。どこまでも支えてくれるその姿勢。俺はそれに
いつも助けられている。しかし、クビといってもこのご時世、確実に自主退職という形になるだろうし、そんな風に絶望しながらパソコンで退職届を作り始めた時だ。何してるんだ？そんなもん書いて。懐かしい声が背後から聞こえた。振り返ってみると、そこにはいつの間にか戻ってきた部長と井上さんの姿が。井上さん？海外にいるはずだよな。海外にいるはずの井上さんの登場。当然社内は大きくどよめいた。向こうでの仕事が思ったより早く終わったもんでな。サプライズでさっき帰ってきたんだよ。思ったより早くと言っても、1年も早く終わらせる化け物なんて井上さんくらいだろう。苦笑する部長の横で、おそらくは素晴らしい活躍を見せたであろう井上さんは、ガハハと爆笑。そんな井上さんを、大内さんは睨みつけていた。おう、久しぶり。その視線に気づいたのか、井上さんは大内さんに近づいていく。本当に強い人だ。なあ、さっき社長室であいつの解雇の話を聞いちゃったんだけどさ、腑に落ちなくてその取引先に電話したんだよ。そしたら担当はお前で、例の資料もお前のアドレスから送信されたって言われたんだけどさ、確認させてくれよ。井上さんは笑顔だが、その目は笑っていない。やだ。しかし大内さんは首を横に振った。嫌ってなんだよ。嫌なんだよ。悪いのか？そういうわけじゃない。しょうもない押し問答が始まる。しかし、見せてみろという部長の一言で沈黙した大内さんを押しのける形で、井上さんがパソコンを確認した。部長、やっぱり大内が作って送ってますよ。見事な手際で確認した井上さんは、明確な証拠を部長に見せる。すると部長は、すまなかったと俺に謝罪。大内、後で話がある。俺はこの件を社長と話してくる。そして部長は再度俺に謝った上で社長室に戻った。俺じゃないかもしれないだろ。それでもなお大内さんは反論する。あのさ。それを受けた井上さんは呆れる。自分の仕事をこいつに押し付けたんだって。まだ子供も小さいのに残業を無理やりさせて、挙句の果てにお父さんの命日にも休ませないで、そして自分が代わりに休んだんだよな。その辺の話も全部社長に話してあるぞ。しかし大内さんは、お前には関係ないだろ。なのにどうしてそこまでしてやる義理があるんだよ。と俺を睨みつける。社長に報告したことがとにかく気に入らないようだ。こいつの父親には昔世話になったもんでね。俺たちはその恩を返してるだけさ。こいつが仕事熱心で頑張り屋さんなのもあるけど。俺の父はかつてこの会社で働いていた。井上さんはその時にお世話になったと俺によく話してくれたものだ。まさか。井上さんの言葉を受けて、大内さんはしばし考えを巡らせる。そして、はっとして俺を見た。小池さんの息子だったのか。真実にたどり着いた瞬間、後悔が押し寄せてきたのか、大内さんは顔面蒼白に。
俺たちのミスをかばって退職した小池さんに、いつか胸を張れるような仕事をしようって決めたよな。罪滅ぼしをしようって。なのにお前、人として最底辺まで行ったぞ。井上さんは大内さんを睨みつける。俺に対する強い当たりや陰湿ないじめを他の社員から聞いたらしい。本当に怒りが収まらない様子だ。帰ってきた部長は大内さんに県外への異動を言い渡した。それに対して何も言えない井上さん。そしてまだ謝罪を受けていない俺。許さなくていいんだ。今は自分の気持ちを優先しろ。俺は父の言葉を思い出す。いつも父が言ってくれた言葉を。自分を守るのは悪いことじゃない。少し勇気を出すだけで、自分のことを大切に思ってくれている人を守ることにもなるんだ。俺は意を決して一歩踏み出す。大内さん、俺は言いたいことも言えませんし、自分に自信もありません。だからイライラさせてしまったのも事実でしょう。でも、家族の時間を奪われたことや、大切な日をないがしろにされたことは、絶対許せません。そして、俺を利用したことにも腹が立ちます。移動したからといって、終わったとは思わないでください。俺と同じ目に遭う人を、もう作らないでください。俺が最後まで言い切ると、大内さんは静かに、すまなかったと謝罪して、事務所から立ち去った。あいつも昔はいいやつだったんだけどな。でも、どこかでおかしくなっちまった。よく言ったな。勇気を振り絞って反論した俺に対し、井上さんは心からの賛辞を送ってくれた。この後、井上さんが復帰したことで事態は収拾し、俺も首を免れて定時で帰れるようになった。お帰りなさい。帰れば妻と娘が出迎えてくれる。俺は少しずつ家族との時間を取り戻している最中だ。ご飯できてるよ。ありがとう。家族で囲む温かい食事。その尊さに俺は改めて気づくことができた。そしてここからはまた別のお話。これは目立つな。まさか本当にチラシの真ん中に高級車がお届けいたしますと書くなんて。小さい頃、近所に食堂があった。よく足を運んだその店は、おばあちゃんが一人で営む小さい食堂だった。その頃の記憶は今でも鮮明に覚えている。ある日、僕は久々に地元へ戻ってきた。そして、ふとその食堂を思い出す。だから、車を飛ばして行ってみることにした。15分後、商店街の入り口にその店はまだ残っていた。僕は近くの駐車場に車を入れ、期待を胸に店へと向かう。最後に訪れたのは地元から離れることになった5年前。懐かしいな。5年前と何も変わらない食堂の建物。僕はそれを見て思わずつぶやいてしまった。まだあるかな。小さい時のお気に入りメニューはカレーライス定食。僕だけでなく当時の子供たちはみんな大好きだったメニューだ。はーい、いらっしゃい。店に入るなり快く迎えてくれたのは聞き覚えのある優しい声。いつも優しい表情のおばあちゃんがそこにいた。久しぶり。おや、
もしかしてカイトかい？そうだよ、ただいま。懐かしいわね。それに随分と大きくなったね。身長はそんなに変わってないけどね。苦笑しながら僕が返すと、おばあちゃんは、そっか、と微笑む。だけど雰囲気は本当に大人っぽくなったね。そうだろうか。なんだか照れくさい。そうかな。なんだか照れくさいな。話はまた後でゆっくりしようさね。おばあちゃんはそんな風に言いながら僕を席に案内してくれた。店内を見渡すと、やはりいい意味で何も変わっていなかった。僕にとってたまらない雰囲気だ。ただ、時間帯が時間帯なのか、お客さんはゼロ。注文が決まったら呼んでね。もう入る前から決めてたよ。そっか。もしかしていつものカレーライス定食かい？正解。さすがおばあちゃんだ。覚えてくれていて嬉しい。わかったよ。ちょっと待っててね。おばあちゃんはそう言って厨房へ戻り、カレーライスを作り始めた。いつもならある程度作り置きがあるはずだが、今日は多分まだ作っていなかったのだろう。しばらくしていい匂いが漂ってきた。それは懐かしい匂いでもあった。お待たせ。いつものだよ。ありがとうございます。スプーンいっぱいにカレーライスをすくった僕はすぐさま口に運ぶ。直後、自然と涙がこぼれてしまった。懐かしい味、美味しい味、いろいろな味が口の中に広がっていく。僕は勢いよく食べ、すぐに平らげてしまった。ごちそうさまでした。美味しかったかい？それはもちろん。するとおばあちゃんは、カイトが最後のお客さんでよかったよ、ととんでもないことを言い出した。最後のお客さんってどういうこと？そのまんまの意味さね。もう終わりにするのさ。突然の報告だから僕は戸惑いを隠せない。どうして？やっぱり私も年だしね。それに見ての通り閑古鳥さ。正直続けるのも厳しくて。そんな。僕はどうしても受け入れられない。身勝手だと思うがやめてほしくない。こんな美味しい食堂が潰れるのはおかしいだろう。到底納得できない。どうにかならないの？難しいね。けれどもおばあちゃんは少し上を向いて考えていた。少し経ってから何か思い立ったのか、あっと声を漏らす。どうしたの？いやね、どうにかならないこともないんだけど、とてもじゃないけど不可能さね。いいから一度話してみてよ。おばあちゃんはそうさねと前置きしてから語り出す。従業員を雇うことが必要さね。それの何が難しいの？僕に任せてよ。いやほら、私の味って独特さね。同じように作れるかわからない。あと、こんな薄汚い食堂で働きたいなんて普通は思わないさね。言われてみれば確かにそうだ。確かに難しい。それに従業員を雇ってもお客さんが来なきゃお給料も払えない。だから店を畳むしかないと思うさね。そんな、どうにかできないの？僕は思考を巡らせる。まだ可能性はないのだろうか。
どうにかして2つの条件を満たせるような方法は。そういうことだからさ、最後に食べてほしい人に食べてもらえて、私は嬉しいんだよ。そんなことを言われると、いたたまれない気持ちになってしまう。どうにかしてあげたいのは山々だが、どれだけ考えても思い浮かばない。いつ畳む予定なの？そうさね。いろいろ処分もしないといけないから、今週末くらいかね。そうなると、残り4日でどうにかするしかない。じゃあ今日は帰るね。そうかい。久々にゆっくり話せてよかったよ。また明日も来るね。明日も。わかった。待ってるさね。こうして僕は退店した。そして駐車場に戻り車を走らせたわけだが、その道中も思考をフル回転させていた。賃金はどうにかなるとして、従業員の確保と集客か。従業員の給料くらいなら僕が払える。その点については問題ないが、根本的な集客はどうしようもない。インフルエンサーに頼むか。今はインフルエンサーに依頼して集客する方法もある。ただ、引き受けてくれる可能性は極めて低いだろう。なら、デリバリーではどうだろうか。集客は見込めなくても、デリバリーなら一定の売り上げは見込める。でもその場合、従業員の確保が余計難しくなる。人数が増えれば増えるほどそうなるのは仕方ない。ならば、僕がデリバリーをすればいいんじゃないか？幸い、今は会社の事業はさほど忙しくない。つまり、十分に時間はあるわけだ。その時間をフルに使えば、店を潰さなくてもいいのではないか。よし、早速検討してみよう。僕はこの件を会社に持ち帰り、秘書とスケジュール調整や作戦を考えた。いいんじゃないですか？高級車でお届けします的なキャッチコピーでも使えば、インフルエンサーもネタにしてくれそうな気がします。なるほど、それいいな。他にも、毎週高級車の車種が変わったりとか。それはさすがにお金が足りないよ。僕は思わず苦笑いしてしまうが、ガチャみたいで面白そうだとは思った。まあ、デメリットは、車内が食べ物臭くなることですかね。ああ、確かにカレーライスは匂いが強いもんな。それと、最後の問題点。つまり、従業員はこちらで募集するのはいかがでしょうか。うちの会社も業績を伸ばして、それなりに知名度も上がってますし。僕は、そうだね、と秘書にうなずきを送る。一旦おばあちゃんと調整してみるよ。それがよろしいかと。うまく進むといいですね。そうだね。僕の好きな店を守るためには頑張らないと。翌日、僕は約束通りお店を訪ねる。いつものお願いします。はいよ。本当にありがとうね。事前に来ると伝えていたからか、今日はもうカレーができていた。お待たせ。少し冷たかったらごめんなさいね。うん、いただきます。僕は2日連続でカレーライスを食べた。美味しい。やっぱりここのカレーライスはどこよりも美味しい。しかし周囲を見回してもやはり客はゼロ。それが本当に残念でならない。ごちそうさまでした。食べ終わって一息つくなり、僕はおばあちゃんに昨日話したことを伝える。という感じなんだけど、どうかな？
そうさね。気持ちは嬉しいけど、この店にそんなお金を使っていいのかね。いいんだよ。僕が使いたいと思って使うんだから。本当にありがとうね。僕は根本的な問題はこれで何とか解決できると思うんだけど、と続ける。おばあちゃんにも役目があるから、そこは頑張ってほしい。おばあちゃんの役目、それは従業員に作り方を教えることだ。こればかりは僕でも手伝えない。それは任せてね。こう見えて昔から教えるのはうまかったんだから。こんなたわいもない会話ができる程度には、僕にもおばあちゃんにも心に余裕ができた。じゃあ、従業員が来るまでは僕も手伝うよ。頑張ろうね。ここまでしてくれてるんだから、その期待に応えないとね。おばあちゃんはそう言って微笑んだ。よし、じゃあ僕は一旦会社に戻って従業員の申し出がないか確認してくるよ。一度会社に戻った僕は秘書に近況を聞く。どんなもんかな。そうですね。まずまずという感じでしょうか。現在2名の方が申し出てくれています。そっか。そうなるとあと3人は欲しいね。同感です。それにずっと同じ人がというのは今の時代ブラック企業呼ばわりされてしまうでしょう。そうだね。しっかり従業員のことも考えないと。それから数日後、ついに目標としていた従業員の確保が完了。デリバリーの準備すべてが整った。じゃあ今日からみんなで頑張っていきましょう。僕は、はいじゃあとりあえず従業員の皆さんはおばあちゃんにカレーの作り方等を教わってください。と従業員たちに告げる。僕はとりあえずデリバリーの準備をしてきます。まずはチラシ配りだ。デリバリーしてもらうにはまず認知される必要がある。そのため秘書に頼んでチラシを作成してもらったわけだが、これは目立つな。まさか本当にチラシの真ん中に高級車がお届けいたしますと書くなんて。それはさておき、僕は一軒一軒巡ってチラシを配る。何かしら集客があるといいのだが。そんな風に思っていると、早速電話が鳴った。もしもし？恐る恐る出ると、チラシで見たんだけど、という男性の声。デリバリーを頼みたいんですけど。ありがとうございます。メニューはどうなさいますか？じゃあカレーライスで。かしこまりました。少々お待ちください。電話を切るなり、早速準備してある車で出動。10分後、見えてきたのは大豪邸。この辺りではほとんど見かけないレベルだ。だから僕は緊張しながらインターホンを鳴らした。カレーライスをお持ちしました。800円になります。ああ、ご苦労様です。対応してくれたお客さんは800円ぴったりを手渡してくれた。ありがとうございます。ところで、車の方を見ていきますか？もちろん、それが楽しみだったんだね。僕は男性を車まで案内する。そしてフェラーリが駐車しているところまで来ると、男性はおーと目を輝かせる。これ新型モデルじゃないか。どうやって手に入れたんだ？秘書が確保したものだから、入手方法は正直よく知らない。
すみません。知り合いが用意してくれたものなので、詳しくは知らないんです。そっか。いやいや、でも実物を見られるとは思わなかったよ。ありがとうね。じゃあ冷めないうちにカレーをいただくとするよ。今度また車の話をしよわかりました。ありがとうございます。一仕事完了だ。この日はプラス3件の配達をして終了。初日にしては上出来ではないだろうか。そして翌日、仕事の都合で遅れて店に着いた僕は、長い行列を見て驚く。配達もかなりの件数が入っているようだ。すごいね。ああ、私もびっくりさね。大丈夫そう？ああ、問題ないね。わかった。じゃあ僕は配達に行くから。僕は商品を大量に乗せ、車をいろいろな方向へ走らせる。そして子供からお年寄りまで、たくさんの人に高級車を見せて楽しんでもらったのだ。中には乗りたいという人もいたから乗せた。だが毎回そんなことをしていては正直効率が悪い。これでは時間が。この対策は考えなきゃいけないな。ひとまず店に戻った僕は昨日の人が出てくるのを見た。来てくれたんですね。う。昨日のカレーは美味しかったからね。それなんだけど、ブログにも載せてもらったから。男性はそんなことを言いながらスマートフォンでブログを見せてくれる。この人はブロガーで、なおかつ業界では有名な人らしい。だからこんなに人が集まってきたわけだ。そうだったんですね。ありがとうございます。いやいや、美味しいと思ったから勝手にやっただけだよ。まあ、昨日の車のお礼ということで。じゃあ、頑張って。こうして男性は立ち去ったが、店に入った僕は疲労困憊の従業員を目撃する。ただいま。おかえり。出迎えてくれたのは従業員ではなくおばあちゃんだった。お疲れさんね。今日もありがとう。おかげで続けられそうさね。そんな、僕が勝手にしただけだよ。そうは言ってもさね。でも、これからも続けてくれたら、それが僕にとっての恩返しになる。だから頑張ってほしいな。わかった。頑張るさね。こうして閉店の危機は去った。おばあちゃんの食堂は、この後どんどん人気になり、今ではテレビで取り上げられるほどだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。